はよんぱー、バブルンだよ。今回はパズルボブルシリーズ紹介の4回目。パズルボブル4を紹介するよ。パズルボブル4はアーケードゲームで1998年に登場。家庭用ではプレイステーション版のほか Windows や Dreamcast、ゲームボーイカラーに移植されたよ。今回はプレイステーション版のパズルボブル4のゲーム画面で紹介してくね。パズルボブル4では新しいギミックとルールがパズルと対戦それぞれで登場するんだ。パズルで新しく登場したギミックは滑車。滑車の両側の視点についてるバブルを消せば滑車は消えるんだけど、バブルをくっつけるたびにバブルの数が多い方の滑車の視点が下がってくるんだ。バブルをつけない限りは左右で重さが違っても動かないんだけど、バブルをつけると変わっちゃうから、うっかり視点がデッドラインを超えてゲームオーバーにならないように注意だよ。一人でパズルはこれまでのパズルボブルと同じで、ゾーンを選択しながらパズルをクリアしてエンディングを目指していくんだ。滑車のギミックで考える要素や緊張感がアップしたから、クリアした時の達成感もアップしたはず。僕以外の好きなキャラクターでプレイすることもできるよ。対戦で新しく登場したギミックは連鎖。対戦中バブルをうまくちぎり落とすと条件を満たしてたら連鎖が発生するんだ。条件はこの2つ。その1、落ちたバブルと同じ色が2個以上揃っていること。その2、周囲にバブル1個以上の空きと通り道があること。つまり、落ちたバブルが他のすぐ消せる状態のバブルを消しに行ってくれるんだ。連鎖が起こると対戦相手にバブルをたくさん送り込めるから、うまくいけば大逆転も狙えるよ。最初は考えて連鎖を起こすのは難しいかもしれないけど、とにかくバブルをちぎって落とすことを意識すると連鎖できるよ。たくさん連鎖が続くとすっごく気持ちいいんだ。パズルボブル4はこれまでのタイトルに比べてストーリーがしっかりしてるんだ。僕たちの住んでる星から満月夫人マダムルナの命令で虹が盗まれたことで、朝になってもお日様が昇らなくなっちゃったんだ。盗まれた虹は7色の光のバブルに分けられていろんな星にばらまかれちゃったから、僕たちは光を取り戻すためいろんな星へ冒険に向かうことになったんだ。ストーリー対戦を選ぶとキャラクターごとの物語に沿ってストーリーを楽しむことができるよ。出てくるキャラクターもみんなパズルボブル4で新しく出てくるキャラクターなんだけど、どのキャラクターでプレイするかの組み合わせで対戦前のストーリーのセリフも変わってくるよ。2人で対戦だとハンデを設定できるようになったんだ。相手にバブルを送る攻撃力を調整できるから、パズルボブルを遊び慣れてない人と遊ぶのにとってもいいよ。家庭用版だと対戦のストーリーとは別にアーケード版にはなかったストーリーパズルが遊べるんだ。タロットカードをモチーフにしたストーリーでパズルをクリアして全部で22枚のタロットカードを封印していくよ。なんだかおしゃれな世界観でしょ。一人でパズルとは違った雰囲気を楽しめるんだ。他にも家庭用版だとパズルボブル3にもあった全国のプレイヤーが作ったステージが遊べるコレクションや、敵と連続して戦い続けるとことん対戦ステージのルールに従ってプレイすると難易認定してもらえるチャレンジ、自分で好きなパズルのステージを作れるエディットが遊べるよ。そしておなじみの隠しコマンド、もちろんパズルボブル4にもあるんだ。まずは裏ステージ。タイトル画面で三角、右、左、右、三角、左、右、左、三角の順番に押すと
ドランクが画面右隅に現れるんだ。一人でパズルとストーリーパズルで裏モードが遊べるようになるよ。次は追加キャラ。タイトル画面で右、右、三角、左、左の順番にうまく入力できると歓声が聞こえるよ。プレイヤーセレクトの画面に今回の敵キャラのマダムルナやパズルボブル2でも登場したウールン、カッキー、バブルボブルからおなじみのマイタ、モンスタ、ドランクが現れるんだ。ストーリー対戦以外の全部のモードで使えるよ。なんとタロット占いができる裏技もあるよ。上、三角、下、三角、上の順番に押してからオプションを選ぶとタロットリーディングって項目が追加されるんだ。恋愛について占ってくれるよ。コロロンが好きそう。追加キャラとタロット占いのコマンドを入れてからタイトル画面で四角、上、左、下、右、上、四角、下、左、上、右、下、四角の順番に押すと歓声が聞こえるよ。オプションを選ぶとトークデモが追加されてストーリー対戦の会話デモをゆっくり見れるんだ。組み合わせによって喋る内容が違うからいろいろ試してみてね。以上、パズルボブル4の紹介でした。次回はスーパーパズルボブルを紹介するよ。楽しみにしててね。またねー。